まもなく競技黄色い半旗が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。バトル3、2、1。はあ、やれやれ。8200と互角にダッシュするなんて、渡さんの8500すげえや。俺の4051も全然上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろ。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だからなおさらよね。そんな時に東急の男に誘われて、会社予定の8500系も自由に使っていいって予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズは GO プリンセスだっけ。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能が良くても 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線ならこの雨とか慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成が田園都市線にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけ。それにしても上手くなってる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったんだ。トラック食っていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの。ひょっとして所定機な鑑別士免許。違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。そうか、3機二子玉川を揃って通過したところ2人張り付かれてるらしい。簡単には助けてくれねえよな。早いからな、この8500。それにしたってこの雨の中で渡るの8500についていくのは並大抵のことじゃないぜ。競歩の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないな。だけど長引けば長引くほど渡るにとっては有利なんだ。圭介さん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主元動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプトだ。そういや、2000回のからくりを見破ったのもこいつだったのか。田園都市線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだ。こいつは厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーは踏み切れて自滅するぜ。報復電動機は濡れた軌道は難しい。ならいいしてやるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。来た。甘いぜ8500回全 M 編成の当反力を。
めんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくる？そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃねえ。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからね。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体分かった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたマスコンワークに特訓が役に立ってる。少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。いつの間にこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。俺突き放す。このまますんなり逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤が丘でか。あんなところで仕掛けてくると思うな。ああ、勾配では仕掛けず藤が丘の側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央リンクでのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空軍絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよくわからないんですよ。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですが、プロっぽいというのにプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんでな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したね。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば
凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全につられた。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。